仮夏。今朝来た男の記憶を受け取ると、私は名前のしおりを外した。決まり通り、名義不記載の札に掛け替える。男の記憶は、机の上の装置に移しておいた。画面の端に、時折男自身の手が映り込んだ。記憶というのは、体験した本人の目でしか取れない。だから受け取りの時は、本人の手と照らし合わせて確かめる。男の右手には、古い火傷の跡があった。装置の中の手にも、同じ跡があった。これで受け取りは終わりです。と私は言った。対価は50万。と伝えると、男は少し驚いた顔をした。思っていたより、いいねがついたので、と男は言った。いい記憶ほど、高く値がつく。それだけのことです。と私は答えた。子供が生まれるので、と男は言いかけて、それ以上は続けなかった。事情を聞く欄は、この店の用紙にはない。男は軽く頭を下げて、店を出て行った。帰ってきた記憶の劣化も、同じ装置で測る。年配の男が、借りていた記憶を返しに来た。若い頃山に登った記憶だという。装置に移すと、稜線と雲が、ゆっくり流れていった。劣化率、2%。持ち主の元へ戻ったものは、鮮度が戻りやすい。数値を読み上げて、台帳に書き込んだ。よくお似合いでした。と男は言い残して帰っていった。それだけの、いつもの仕事だった。昼過ぎに、若い女が来た。来週の友人の結婚式のために、別の結婚式の記憶を、一日だけ借りたいという。誰かの幸福な一日を借りると、自分の一日も軽くなる。そう言って借りていく客は多い。式でなく自信がないんです。と女は少し笑って言った。返すのは、明日の夜までで大丈夫ですかと私は聞いた。女はうなずいて、書類に判を押した。私は装置で貸し出し前の検分を済ませ、書類を渡した。夕方前に、あの客が来た。年に一度、同じ日に来る老女だった。借りているのは、息子と海に行った記憶だという。今年で17年になります。と老女は言った。私はうなずいただけで、それ以上は聞かなかった。窓の外は、まだ明るかった。老女の記憶を扱う用紙は、他の客のものと違った。今の用紙には、名前の欄と、記憶の中の人の欄がある。だが老女の用紙は、欄が一つしかない古い型だった。そこには、続き柄、長男とだけ書かれていた。亡くなった息子の記憶を、母親が買い続けているのだろう。私はうなずいて、契約更新の作業に移った。そういう客は、他にもいくらでもいる。悲しみの扱い方は、客の数だけある。契約の更新には、記憶の状態を改めることになっている。私は老女の記憶を、いつもの装置に移した。画面には、夏の浜辺が広がっていた。麦わら帽子をかぶった子供が、少し先を走っていた。子供は時折振り返って笑った。白い砂の上を、帽子の影が跳ねていた。波の音が、ずっと画面の外まで続いていた。貝殻を拾った子供が、
それを画面の手前に差し出した。早く、置いていくよ、という声が、画面の外から聞こえた。受け取ろうと伸びた左手が、画面の下端に一瞬映った。親指の爪が、2枚に割れていた。手はすぐに、波打ち際の泡の中へ消えた。子供は笑いながら、駆け出していった。私はそれを、いつもの雑音として見流した。劣化率 0%。数値を読み上げて、台帳に書き込んだ。この記憶だけ、何年経っても色褪せない。よくある偶然だと思うことにして、私は次の作業に移った。装置を止めて、契約の書類を差し出した。老女は震える手でペンを持った。指の関節が、以前より太くなっていた。手の甲には、シミが増えていた。書類には、続き柄、長男と、活字で印刷されていた。私はその文字を、そのまま読み上げた。続いて、今年の賃料、3万を告げた。提供時に支払われた。一括の対価、50万も、記録として読み上げた。台帳の累計欄には、これまでに支払われた賃料の合計、51万と記されていた。私はその数字も、そのまま読み上げた。金額の差については、何も言わなかった。そういう決まりだから、言う必要がなかった。来年の分も、必ず払います。老女はそう言って、書類にペンを走らせた。私は決まった文句で、承知しましたと答えた。老女の手は、ゆっくりとしか動かなかった。老女がペンを握る左手、親指の爪が、2枚に割れていた。私は書類を受け取り、判を押した。来年もまた来ます。と老女は言った。それから深く頭を下げて、店を出て行った。戸口の鈴が鳴り、外の暑さが一瞬だけ店の中に入り、また閉じた。私は新しい用紙を取り出した。名前の欄に、明日来る客の名前を書き込む準備をして、明かりを一つ落とした。台帳を棚に戻し、椅子の位置を直した。窓の外では、まだセミが鳴いていた。